全て部下より上司が知っておく必要はないですよね。具体すぎればすぎるほどモラハラの次なんですよ。逆に言うと扱いやすいっていう人もいるわけですよね。何のためにやるんですか、それってなるんで。こんにちは、アンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。本日ですね、部下を苦しめる困った上司が職場を混乱させてるって話を、ちょっとちらほら最近よく聞くんですよ。そこでですね、僕なりに困った上司の3箇条みたいなものをちょっと考えてきたので、それをモン社長に発表させていただいて、フィードバックをいただければなと思ってます。その後にちょっとモン社長が考える、こういう人は困った上司だよねみたいなものがもしあれば、それもちょっと教えていただけると思ってます。僕の方から先に困った上司の3箇条をですね、発表させていただこうと思うんですけど、まず僕が考えてきた1つ目が、部下管理に集中しすぎる。何が言いたいかというとですね、いわゆる過剰干渉というか、部下に過剰に干渉してしまうと。しっかり管理しなきゃっていうプレッシャーから、仕事の進捗や行動を細かくチェックしすぎてしまうみたいな。上司って結構困った上司なのかなって思うんですけど。これを言ったら元も子もないかもしれないですけど、成果出てれば別にいいんじゃないですか。別にじゃあそれに集中したからって成果出ればいいし、張り付いたからで成果出れば別にいいじゃないですか。リスクとしては、中には過剰管理だとうぜえなと思って、やる気がなくなって成果が出なくなるっていう人がいるかもしれないんで、そこのリスクと、あとは過剰管理しすぎて自ら主体的に動くということがなくなっていく、減っていく、このリスクだけだと思うんで、そのリスクがちゃんと管理できてれば別にどうでもいいですよね。なるほど。逆に言うと部下管理に集中しすぎてるって言っても、自分がうぜえなと思ってるだけで、他のチームの9人が別にそんなこと思ってなくて、逆にやる気になっちゃってとか、逆にね、結果出しちゃってって言うんだったら別に良くないかみたいな話ですよ。成果が下がってるのに出ないのに、一生懸命やってたら、アホかいなってなりますけど。なるほど。ありがとうございます。2つ目、自分の成功体験を押し付ける上司。これも結構あるあるかなって思うんですけど。でもね、多分心に手を当てると、みんな一回やってんじゃないですかね。僕もやってますしね。僕はそんなつもりなく言ってるけど、誰から見たらそうなんだかな、みたいな。でもこれも正直どう思われるかだけですよね。なるほど。上司の立場からしたら、このぐらいできるはずだよ。だって俺もこれぐらいやってたんだから。要はやったらここまでできる可能性がありますよっていうことを言いたいし、やろうと思ったらできますよってことを言いたいだけじゃないですか。だから言い方とかとらわれ方だけだと思うんで、大体みんなやるんですよ。上司からそう言われたら、うぜえな、また成功体験言いやがってよとかと思う人も、自分の子供とか後輩とかやってますから、絶対。そういうもんだから別に良くないみたいな。じゃあどうやってしたんですかって、成功したその体験はどうやってやったらそれができるんですか、聞いてっちゃういいじゃん別に。なるほど。最後がですね、自分のスキル向上を忘れるっていう上司。これ何が言いたいかというと、管理職になった途端、部下の指導や、業務管理などに追われて、自分のスキルアップを後回しにしちゃうみたいな人ですね。管理職が時代に合ったスキルや知識を持てないみたいな。そうするとやっぱチーム全体が効率を落としてしまうんじゃないかなって思って、困った上司の部類に入るのかなって考えてるんですけど。でもケースバイケースですよね。どのぐらいの階層にいて、どういう職種でどういう業種でとか含めてだから、必ずしもそうとは限らないですよね。なるほど。一概には言えないですか。じゃあ例えば具体的に、IT 業界ですごいざっくりですよ。それこそ生成 AI だとか最近だとね、AI に関してのやっぱり知識情報をアップデートしておかないと、時代がそれやはり早いについていけないと、それはなんとなくわかるんですよね。だけど全て分かってなきゃいけないかって言われたらちょっと難しいと思うんですよね。だから要は上司よりも部下の方が知識情報が高いことって結構あるんで、別にそこ自体は問題じゃない気がするんですけどね。なるほど。あまりにも無知すぎるとか、あまりにも学習意欲がなさすぎてとか、っていうのは問題あるかもしれないですけど、全て部下より上司が知っておく必要はないですよね。
強いて言うならば、ちょっと見方が違うかもしれないですけど、いいものと悪いものって、結局全て諸刃の剣なんですよね。よくおっしゃってますね。例えば部下管理に集中しすぎるって言って、嫌な面を捉えると、過剰管理とかやる気なくなるっていうけど、人によってはめちゃめちゃ私と向き合ってくれてるとかね、めちゃめちゃフォローしてくれるとかプラスになる人もいるわけですよ。なるほど。ないならないで私に無関心なんじゃないかとかっていうとか、本当にケースバイケースとか、その人によってとか、その人のフェーズによってとか、シチュエーションによっていいも悪いもなるから、いつも言う通りみんな二択論者すぎて、これはダメあれはいいとかってなるけど、そんなの全部ケースバイケースでしょみたいな。自分の成功体験を押し付けるも悪く捉えると、俺はできたんだからお前もできるはずみたいな押し付けされて嫌だなって思う人もいれば、どうやってその結果出したんですかとか、むしろ教えてくださいよみたいな言う人もいて、でそういう人は逆に言うとちゃんと質問していけば教えてくれる、結果出したことがあるいい上司で具体性があって聞ける可能性もあるわけですよね。自分の情報知識アップデートが遅れてて部下の方は全然知ってますと、上司に何聞いても全然答えられないと、これも悪い面で捉えれば使えねえなと、いけてない上司だなって捉える人もいれば、逆に言うと扱いやすいっていう人もいるわけですよね。要は上司喜んでくれるじゃないですか。俺知らなかった、ありがとうございます、情報アップデートしてくれてって言われたら、めっちゃ俺役に立ってる感あるわみたいなね。とにかくだから悪いって言われることは、いいって言われることにもなり得る諸刃の剣なんで、深い。具体例はみんな求めますけど、具体すぎればすぎるほどその諸刃の剣なんですよ。よく言われる無関心、僕からしたら無関心上司ダメですよねって言うんですけど、言いたいことはその人に対して興味を持ってないみたいに露骨に表すことが感じられちゃうことが人を動かすとダメなんですけど、でもそんなこと言ったってあまりにも関心を持たれたらうざいなと、もう私に構わないでくれとかって言ったりするわけですよ。どっちやねん無関心な上司がいいっていう人もいるわけですよね。確かに。都合のいい時だけ関心持ってほしいとか言うんですよ。ってなったら結局上司側からしたらちゃんと距離を詰めたり距離を離したり、その時々に応じてやっぱやんなきゃいけないんですよ。なるほど。きっちり完璧主義みたいな、僕もそっちタイプなんですけど、これもなんかダメだよな上司とかって言われますけど、いやいやそんなことないよと、いい面もいっぱいありますよって話なんですよ。きっちりしてる上司だから自分がしそうになったミスを逆に言うと知らない時にフォローしてくれたりとか、もしくは自分が間違えそうで大変なミスを犯しそうな時にちゃんと気づいてくれたりとかっていうのはきっちりじゃないとできないわけですよ。きっちり上司悪いとかね、無関心上司悪いとか、いや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 みたいな話なんですよね。言い方悪いんですけど、部下を苦しめる、職場を混乱させる上司3パターンも裏を返せばそれでやりやすい部下もいて、職場が混乱するからそれに乗じてうまくいくっていう人もいるわけですよ。なるほど。職場を混乱させる上司がいるから、逆に言うと職場の平穏さを取り戻すことを頑張るやつもいるわけですよ。結果出しゃいいんだよ別に。結果出したプロセスっていうのはちゃんと分解して、再現性持てるんで頑張ればいいだけの話だから。だから究極と会社経営とかで言っても、あえて混乱させそうにすることもあるわけですよね。とにかくだからその全部いいものと悪いものは全て諸刃の剣ですと。部下目線と上司目線があって指導するときにですよ、上司には当然僕はですよ、責任感なしじゃダメだよ、打席ダメだよ、一番ダメ上司だよとか、人に対して無関心ってもう思われた瞬間にお前の話聞いてくれないからなと、無関心上司ダメだよとか、あと強いて言うならば失敗するな上司ダメだよと、マイナスをつけたくない、バッテン禁止、バッテン拒否管理職は部下が何もできないからやめてねと、要はプラスを生むんじゃなくてマイナスをしないという思考にしないでくれと。強いて言うならば責任感、無関心、失敗、拒否上司みたいな、これやめろよと。なるほど。これが職場を混乱させる上司から上司には言いますよ。でも部下レベルとかメンバーレベルに教育するのは、良いものと悪いものは全て諸刃の剣なんで、だからあなたがこういう上司ダメだなと思っても、違う人はこういう上司いいなと思ってることなんて往々にしてあると。あなたが良い悪いとかって判断することがそもそも間違ってます。あなたの責務としては上司が悪いからとか上司がいいからとか関係ないんでと、全て言い訳になりますよと。あなたとしての最大限の成果を出してください、っ
って言っとくわけですよね。はとにかくいいものと悪いもの全ても裏の次なんで、はい。あなたがどう考えるかを決めてるだけだから、うんうん。上司が良い悪いってあなたが判断する立場にはございませんって教育するわけですよ。なるほど。だってそうじゃないですか。いやでも確かに、諸刃の剣になりますね、具体的になればなるほど。でも実態から言ったら、は従業員を評価するのは上司じゃないですか。い。あとは評価制度とかで会社全体の仕組みですよね。うん。でも部下が上司を評価するっていらなくないですか？ああ、確かに。そうですね。それをさせちゃうとうん。勘違いになっちゃいますよね。部下が上司を選べるとか、は部下が上司を評価できるとか、おかしいことになりますよね。確かだって自分が親だったら子供からうちの親はいいか悪いか評価されるわけですよ。親の立場からしたら何言っとんのみたいな話ですよね。ちょっとおかしいじゃないですか、それ。何のためにやるんですか、それってなるんで。とにかく毎回言いますけど、上司としては部下を成長させて最大限の成果を出すことが目的だから、部下としても上司を評価したからっつって、チームの成果が最大化されるんだったら、すればいいけど、多分そういうことはあんまないと思うんですよ。なるほど。部下を苦しめる、職場を混乱させる上司っていう体で言うと、僕は上司に対しては責任感がない、稼ぎダメだよ、無関心って思われたらもう何にも言うこと聞いてくんないよ、失敗するなっつってマイナス拒否管理職やめてねと、部下が何にも言われたことしかやらないってなるからと、この3つダメだよと、そうしたら成果出ないよ絶対にと、強いて言うならこの3つ、でもいいものと悪いもの全て諸刃の剣なんで、いいか悪いかを決めてるのはあくまでもその人の価値観だから、あの上司ダメだよねとか、あの上司のここが最悪だよねとかっていうのを言うもんでもないし、別に言っても何も起こらないし、本人もそういうのを仮に聞いちゃったとしても気にすることは全くないですよ。全て結果に現れますもん。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。